はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はこちらこのカントリーマンのですね一般道市場をお届けしていきたいと思います。一般道市場と言いましても今回国際試乗会に参加中ということで、ポルトガルの道を走ってきますので、ハンドルの位置もですねまたちょっと路面環境も、それから道路のですね区分も通行区分も違うんですけれども、こちらをですね、これから私試乗するのでまだ乗ってないんですけれども、もう本当に楽しみにしてきました。ちょっとね風景とかと合わせてお届けしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。さあ、それではですね早速こちらカントリーマン SE 試乗してみたいと思います。もう本当にインテリアがすごく綺麗なので、これだけでもう心が本当にね浮き立つような感じがするんですけれども、ともあれそれはですね内外装と使い勝手編にね見ていただくにして試乗ね行きたいと思います。トグルスイッチを押し下げてドライブモードに入れていきます。今日かなり交通状況が悪くてですね、ちょっとですね、おお静か。ここゴルフ場のあるリゾートホテルなんですけれども、ここから進み始めてですね、ポルトガルの郊外路の方に進んでまいります。今回ですね実はこのポルトガルの国際試乗会におきましてはですね、4台のモデル、プラス1台なんですけれどもプラス1台はですねちょっとご期待いただけたらなっていうふうに思うんですけど、もうすでに公開してるかな、もう1台はもう私の趣味のための1台乗らせていただいたんですが、実際問題ですね、モデル的には4台乗らせていただきました。で、一番最初に公開したのはジョン・クーパーワークスですね。この新しい世代になりましたジョン・クーパーワークスが1台目の、情報公開で、それに続いて、X2 が公開をされまして、そしてこのエレクトリックが一番最後になりますね。で、実はこの後にもう1台あるんですけれども、そちらの方もねぜひご期待いただきたいんですが、この SE が一番最後になるということはですよ、ちょっと頭整理しながら喋ってますけど、インターフェースの美しさとかはですねそのジョン・クーパーワークスで見ていただけたのかなっていうふうにも思いますけれども、インターフェースはそのジョン・クーパーワークスはエンジンモデルですけれども、エンジンモデルでもこのですね電動モデルでも全く同じインターフェースが用意されたということがすごく面白いところかなと思います。もちろん電動モデルにしかできない機能とかいうのもありますので、できることはちょっと限られていったりとかもするところはあるんですけれども、もうほぼ同じことができると思っていただいていいと思います。この電動モデルのみの魅力としてはですね、例えばガソリンエンジンモデルの方ではなかったんですけれども、ムードを選ぶと、でもう今もうすでに音が鳴ってるんですけれども、言っちゃいましたけどエンジンサウンドのようなですね、エンジンサウンドというか電子的な音がですねほわーんって鳴ったりとかして、少しですね電気自動車ならではの演出をなされているというところが、大きな違う点かなっていう感じがします。この音が割とちっちゃめなので、今アクセルをグーって時速すごい下げて踏み込む時とかにほわーんって聞こえるかなっていうのが今のモードですね。このノーマルモードというかね、デフォルトのモードで走るとそんな感じになっています。見えますか？これ外見てる方分かりますかね。シェラトンヤクザって書いてるんですよね。これいや土地の名前だと思うんですけど、見た時にみんな衝撃で、今回渡辺俊文先生と一緒だったんですけれども、俊文先生もこれFacebookに上げてみんな結構じわってました。私たちも初めて見た時にってなってよかったこれ撮れてはい、今回ですね先に公開いたしました iX2 とそれからですねこのカントリーマン SE に関してはですねプラットフォームを共用しています。プラットフォームどころか結構かなりのところまでねいろいろと共有されていて、この電動のユニットもね共用となっています。どうキャラを住み分けていくのかっていうことがですね非常に我々の、日本のねジャーナリストみんなの共通認識で、どんな感じなんだろうねとかで話しながらですねそれぞれ試乗してきたんですけれども、いざ私個人で考えるに BMW の味とそれからこのミニの味っていうのが明確に分けられているっていうのは実はすごく強く感じてます。で
何が違うかっていうと、カントリーマンの味がちゃんとあるんですよね。でそれが SE とジョン・クーパーワークス両方ともにですね、ちゃんとこうソースとして、ベースとしてですね敷き詰められているっていうのをすごい感じてるんですね。でそういう意味で言うと X2 の方が IX2 とそして、X2 とですね、ちょっと味がちょっとこうキャラが違ったというかね、IX2 電動の方はですねちょっとこう成熟したような味付けなんですけれども、実際に X2 の 35M の方に乗っちゃったからかもしれないんですけれども、ちょっと成熟したファミリーカー向けに作られたであろう IX2、電動モデルの方と、M35i の方とですねかなりちょっと味が違って、M35i の方がもうバキッとスポーティーなんですよね。そりゃそうだって感じなんですけど、ミニの方がミニらしい味が両方ともにあるっていう感じなんですよ。はい、ということをですね、ベースにですね、改めましてこのカントリーマン SE のお話をしていきたいなと思うんですけれども、今ねその走っていてカントリーマンらしい味っていうのを今一度ですねおさらいしたいんですけれども、ジョン・クーパーワークスの方もぜひ見ていただきたいんですが、ミニイコールですよ、自分のイメージめっちゃ硬くてハンドル重いっていうイメージがあったんですよね。これ前の世代までそうだったと思うんですけれども、久しぶりに乗ると、特にねクーパー S とかに乗ったりとかするともうガッチガチやんみたいな、クラブマンとかでもガッチガチやんみたいな、ガッチガチっていうのはですねその足の硬さとかそういうんじゃなくて、もうハンドル重いんですよ。とにかくもうありていに言えばハンドルが重くてこう直進めっちゃいいんだけれども駐車場入れるのとかすっごい大変みたいな。だからミニって見た目めっちゃ可愛いけどこう不用意に乗るとやけどするブランドっていうイメージが自分の中にすごいあったんですね。でそれを頭に乗るとですよ、めちゃくちゃマイルドやんっていうね、そんな感じがしています。どこがマイルドか、足が結構フレキシブルなんですね。でジョン・クーパーワークスですらも割とフレキシビリティを感じたので、この SE になるとなおのことそうです。割とこうもっちりしてるんですよ。でポルトガルの道ってちょっとご覧の通りですね、今特に市街地の方を走っているんでまだ比較的綺麗なんですけれども、それでもポルトガルって道が狭くて割と路面荒れてるんですね。で起伏に富んだ地形っていうのもあってですね、割とドライビングに関してはこうシビアなんですよ。でご覧いただいている通りですね、このバンプ、こう街中のこういうですね速度をこう強制的に落とさせるためのバンプがたくさんあって、これを超えるたんびにですねこう割と硬い車だと X2M35i とかだとですね結構ガコンガコンみたいな感じでその足の強さを感じたんですが、今回カントリーマンに関してはジョン・クーパーワークスもそしてこの SE はなおのことめちゃくちゃそのもっちり感、柔らかさっていうのを今感じています。なのでむちゃむちゃコンフォータブル、足はね。でもう一つさらに一段階コンフォータブルなのがスティアリングめちゃくちゃ軽いんですよ。結構ねこうちょっとなんかミニの概念覆す軽さで、ここはね帰ったら矢作さんにシェアしようかなって思ってるんですけどすいません指針ですが、すんごい軽やかです。はい、今からですね私ロータリーに入っていきます。欧州のこの交差点方式であるロータリーなんですけれども、これくるんと回りましてはい出ていきます。でロータリーってやっぱりね円の、最小回転半径みたいな感じですね、円をくるんと回ることが多いんですけれども、これ回る時に多分今までのこうミニの例えばクラブマンとかあの辺の世代のものだったとしたらですよ、結構重たかったんじゃないかなって思うんですけれども、今ご覧いただいて分かる通り私も片手でくるんくるんって回れるぐらいすんごいステアフィール軽いです。だからすんごい一般道で乗りやすい車になっている。これはジョン・クーパーワークスの方にも感じました。で SE になるともうなおのこと軽やかですね。電動モデルってやっぱりねバッテリーの重さが下にありますので、これどうしてもね物量的に重たいんですよね。実際に重量が重いので意図的に軽い味付けをしないとただただ重ったるい車になっちゃうんですよ。でこれを避けるために結構ですねしっかりと軽い味付けをハンドルにつけるっていうセオリーがありまして、でこのセオリーにこの SE も乗っかっています。もうめちゃくちゃ軽いです。でさっき本当にねおおって言ったのは割れてたんですよアスファルトが。でそこにちょっとタイヤがはまっちゃってゴンってなったんですけど、こういう急激な入力に対してはやっぱりバッテリーの重さがちゃんとありますね。重たみたいな、ずっしんみたいな、そのゴンって言いましたし、ちゃんと底付きしちゃいました。こういうところにですねしょうがないその物量的な重さがですね出てしまうんですけれども、ああいう突発的な危機に
はまらなければ普通に道を走ってるだけではですね、この今ですねちょっとバイパスのようなところ、高速道路みたいなところに入ってきたんですけれども、こういうところに入ってくるとすごいね滑らかにこう路面を追従しますし、こう滑らかに追従するんですけれども、国産 EV とかにね、国産 EV のクロスオーバーモデルとかによくありがちな、割とこうねずっと、これ韓国産もだな、アイオニック5も同じこと思ったので、アジアものにはそういうことがよくあるのかもしれないんですけれども、味付け難しいと思うんですけれども、ボワボワボワってしたような、ちょっとこう上がずっと揺すられてるみたいな感じのようなですね、こう不明瞭な感じはなく、ちゃんとこうギャップだけは超えていくというですね、割と上質な足が叶えられています。これはですね iX2 の時にもお話ししてるんですけれども、実はですねやっぱり BMW ってその足の味付けが、電気自動車に関しての足の味付けがもうちょっと他のブランドよりも一つ抜けている。 iX の時から思ったんですけれども、すごいんですよ、その足の作り方が。こんなに重たいものよくこんなに軽やかに動かすし、軽やかかつですねものすごいビタッとこうね上のこう揺すりを止めて、でしかもそれがガチガチではなくフレキシビリティのあふれるような足にしてるなっていうことをすっごい感動させる。これはもちろんね四輪操舵技術とかも相まって、いろんな技術の協調制御でそういう風になっているのかなっていうことを考えさせますが、とにかく足の味付け、電気自動車の足の味付けでいうと BMW ピカイチなんですよ。それがこのミニにも言えてるなというふうに思います。非常に足の感じがミニなんですよ。ちょっと硬めでキュッとね締まったような、ガソリンの先代のカントリーマンだよ、今オーバーテイクしたよであの世代のやつはだからすっごいハンドル重いはず。もう今すごいハンドル軽くて、ちょっと教えてあげたい、お姉さんにすごい運転イージーだよって教えてあげたい。っていうのを置いといて、足の感じがですね非常にこうフレキシブルかつ非常にこう決まってる、もうね座りがいいというかね、すごくしっかりとこう路面をこう追従するにもかかわらず、その底付き感のないすごく滑らかな足を叶えているっていうところがですねちょっと私感動ポイントで、今ですねさすが BMW っていうふうに思っております。そして今回のこのカントリーマンがドイツで生産される初めてのミニになるっていう話なんですよね。そこもですねちょっといろんな意味でターニングポイントになるですね一つのモデルであるということなんですよ。味付けが揃えられたっていう感じのイメージ、ここは推理にしか過ぎませんけれども、そういう推理がされていくわけですね。だからすごく BMW になった、ミニがすごく BMW になったというような印象に言うとちょっと逆説的というかね、それもちょっとパラドックス的ですけれども、上質な高級車としてのミニの乗り心地っていうのを叶えられている、本当に新世代のミニがその電動モデルにも注ぎ込まれているというような感覚を今覚えています。だからアバルトの 500E チンクエチェント E ですねほどめちゃくちゃ個性的ではないにしろ、そういうようなちょっと味を求めていったところもあるんですけど、もうとにかく卒がないんですよね。そのミニってやっぱりゴーカートフィーリングであったりとか、特にジョン・カーグパワーワークスはそうですけれども、その過激な味付けみたいなのをですね割とこう好むようなブランドであるんですけれども、もう今やですね BMW 傘下に入ってプレミアムカーとしてその発売されているっていう背景ももちろんあります。今回ですね実はそのカントリーマンのですね試乗会に来てですねしれっと並べてあってびっくりしたんですけど、ミニのクーパーですね、もうこれから全部クーパーになるんですけれども、ミニクーパーの S と SE がもうさりげなく今度カントリーマンの横に並べられていたんですよ。ガソリンエンジンとそれから電動モデルとあったんですけれども、クーパーシリーズは、C セグメントに入るんですよね大体で。カントリーマンはですねD セグメントに入りますので、大きさっていう意味でもね結構しっかりと高級車の部類に入っていくというようなものになっています。っていうこともあって、もう乗り味はもう至極卒がない、とってもいい車、いい高級車っていうイメージです。はい、今回ですねこの ADAS が本当にすごいんですけれども、レベル2相当の自動運転を叶えております。で手を離していいよってなったタイミングでですねこのステアリングホイールのマークがグリーンに変わりますので、そうするとハンズオフができるんですね。復帰してほしい時もいや言わないんですけれども、黄色いマークに変わりまして、マークがね持ってくださいねっていうような感じで、ちょっとアテンションをつけてくれるというような感じになります。前の車に追従してると結構トールゲートもそのままいけた、もうびっくりするわ本当に。も
ドキドキしちゃうわ。結構いけますね。結構いけますね。で、これもカントリーマンだけです。この後に発売されてくるですね、クーパーシリーズにはですね、このハンズオフが入らないということですので、こちらはですね、やっぱその D セグメント、より高級な車にしか許されない高級装備みたいな感じのイメージかなというふうに思います。で、これ面白いんですけれども、このメーターの中にですね、道路標識を読んでくれるんですよね。で、それの横にセットっていう文字が出てくるので、そしたらこのセットボタンをピッて押すとですね、勝手に最高速をこのクルーズコントロールの最高速を合わせてくれるんですよ。だからこれもすっごい使いやすいし、とっても簡単、とにかくすごくADAS が使いやすくなった、ワンボタンでねすごく使いやすくなったっていうですね利点がありますので、ここも積極的に使っていただきたいポイントです。でやっぱりねADAS って気軽に使えないとあんまり意味がないと思うんですよ。せっかく高い機能なのに使えなかったら本当に意味がない。なのでボタンがシンプルになって、使いやすいっていうのは、非常にですね、使い勝手という意味でも理にかなっているのかなっていうふうにも思いました。国産モデルはですねやっぱりこのボタンが2つのアクションを経なければいけないっていうねところもありますので、この辺の使いやすさっていうかね機能の使わせやすさっていうのはですね今後刷新されていったらいいのになっていうふうにも思うところです。はい、そしてですねこの、SE ならではの個性としてはですねやはりその電動由来ですので電動モデルなのでトルクが瞬発的に立ち上がるっていう気持ちよさがあります。ジョン・クーパーワークスも本当にこれはガソリンエンジンなのかと思うぐらいですねもう瞬間的にすっごいよく吹けるエンジンで瞬間的にトルクが出るのでめちゃくちゃ気持ちよかったんですけれども、このやっぱり電動由来のですね、このトルクの立ち上がりの速さっていうのはやっぱりですねちょっとしょうがない電気だからね、電気のオンオフはですね瞬間的なのでですねそこも叶わないんですけれども、ここの良さがですね割とこういうほらラインアバウトに来てはい円形のところでくるっと回りながら外に出たりしますので、こういうところの加減速に関してパッパッと踏み替えたりとかしていく時のトルクの盛り上がりっていうところにはすごく効果的なので、そう今回ねヨーロッパに来て去年のね7月のウィーンもめちゃめちゃ久しぶりにヨーロッパに来てそれでびっくりしたんですけれども、ポルトガルも2018年以降初めて2018年違う2020年だ、一番最後に来たのが2020年なので4年前ですね、に来て以降ですね久しぶりだったんですけれども電気自動車は増えてます。本当に電気自動車が増えてるんですけれども、こういうですねストップ&ゴーが多い道路環境においてですねやっぱそれ電気自動車売れるよな、多分ロータリーと相性いいよなっていうふうにちょっと思ったんですよね。やっぱり日本の道とはまた違ったストップ&ゴーが求められるというか、はい、まさにもう一回ねロータリー入りますけれども、これまたロータリーが石畳っていうすごいハードな状況ですけれども、こういうところでですねトルクの盛り上がりとぐるぐる回りながらちょっと車速が落ちてきた時にまた脱出でアクセルを踏まなければいけないという状況が来ますので、アクセル回路に対してパッとトルクが立ち上がるとくるんとね上手に脱出ができるんですよね、そのコーナーを。だから日本で90度U ターン以外でねくるんって回る機会ってあんまりないと思うんですけれども、ヨーロッパではそれがすごく頻発するので瞬発的なそのトルクの立ち上がり、特にいわゆる ICE でいうところの下のギアに入るか入らないかわからないぐらい薄く速度を落としていってパッとすぐに、また速度を出さなければいけないっていうね、ところがすごく得意なのが電気自動車ですね。でもう例えばそのいろは坂とかもそうなんですけれども、今みたいにグーって回り込むようなコーナーって一回ブレーキかけて速度を落とすけれども、また立ち上がりでそのアクセルが必要になってくるじゃないですか。でないと止まっちゃうのでね。でこういうその止まっちゃう時にグイッともね瞬間的にトルクが立ち上がると、すごくリニアリティが高いっていうふうに思うんですけれども、ここにタイムラグがあると自分の走る気持ちがそがれるというかね、今欲しかったみたいなちょっと一抹のですね歯がゆさみたいなのがあって、でそういうところがICE とかだと生まれやすいですよね。なぜならばですねそのシフトとの兼ね合いとあと燃焼までのスピードっていうのがあるので、ここが少し一抹のですねそのタイムラグにつなが
がるんですけれども、これがまあ電動車だと割とこうアクセルと同時にですね、アクセルの回度と同時にですね、パッとこうトルクが立ち上がるので、まあリニアリティが高い、ね、ヨーロッパの道にはすごく合ってるっていうのをすごく感じました。今回このカントリーマン SE もまあ例外ではなく、トルクすごいねスワッと立ち上がります。で立ち上がりますし、そのトルクがですねミニとはいえ割と過激すぎないところも扱いやすさにつながってるかなっていうふうに思うんですよね。ミニらしい元気さっていうのと、そのカントリーマンらしい落ち着きっていうのがですね、両方とも味わえるようになってるかなと思います。カントリーマンはあれね、ブーストパドルがないのね。これはですねジョン・クーパーワークスでもお届けしましたけれども、このエクスペリエンスっていうレバーが増えました。でこれが、まあ、BMW でいうところのマイモードなんですけれども、ここでですね、ドライブモードとそれからインターフェースを変えられるっていうですね、まあ、仕掛けがあるんですよ。でこのマイモードはただのドライブモード変更だけではなくて、まあ、例えばちょっとこうエンタメ的にですねインターフェースの中を変えたりとか、あとちょっとサウンドで自分を盛り上げたりとかね、するような仕掛けがまあ、用意をされているという感じなんですけれど、ちょっとやってみますね。例えばはい、もちろんジョン・クーパーワークスでなくてもこんな感じでジョン・クーパーワークスモードというかね、ゴーカートモード、まあ、いわゆるですねミニでいうところのスポーツモードが用意されております。はい、で、これにすると聞こえた？聞こえるかな？音も出ます。割としっかりですねガソリンエンジンの音みたいな低い音がこうアクセルを踏むと同時にですねウィーンっていう感じでですねしっかりと音が出ますし、アクセルのまあレスポンスがとても良くなる。はい、ちょっとの踏みしろでトルクがいっぱい出たりとかもします。それからステアリングもちょっと重くなるのかな。わかります？私にはすごく聞こえてるんですけれども、ちょっとデジタルサウンドでウィーンみたいな、こうアクセル踏んだらウィーンみたいな感じで、ちょっとこうね回転数に合わせて、音が盛り上がるというような感じになっているんですね。うん。でこれ面白いな。これはちょっとね割とジョン・クーパーワークスっぽくなって、さすがゴーカートフィーリング。ミニってねもともとこの走行モードの味付けの仕方が割と過激で味変パッキリさせるタイプのメーカーなんですけれども、ちゃんとそれ叶えられてます。すごく面白い。ちゃんとこう明確にキャラが変わるので、ここは一粒で二度美味しいっていうようなね感じの演出はなされているので、すごくいいなと思います。はい、グリーンモードです。でグリーンはエコですね。なのでちょっと出力を絞られる感じになるんですけれども、こうすると音が消えるのね。鳥が羽ばたいたりしてますけれども、エフィシエントモードになります。これエフィシエントって言ってますけどね、 BMW はエコモードになります。はい、ビビット。これはねなんかねどうやらちょっとなんかパリピっぽい感じなんですけれども、オーディオとかを楽しむモードっぽいんですよね。なのでこんな風にソースをですね Spotify とかラジオとかから選べたりとかするって感じですね。まあもちろんハーマンカードなのでめちゃめちゃ音いいです。だからこのビビットモードはね結構オーディオのセッティングとして使う人が多いんじゃないかなと思います。はい、そして、タイムレス。これもですねちょっとクラシックな感じでメーターになってとてもおしゃれなんですよね。とにかくですねそのジョン・クーパーワークスと違うところは、電動モデルならではの良さとしてはですねちょっと音の演出が入るよというところがですね他のモデルとは違うところなので、ここはですねやっぱり電動モデルならではの遊び心というかねやれることがたくさんあるというね電気由来ならではのこうガジェットライクな感じの魅力っていうのがありますので、使っててすごく楽しいです。今日ね土曜日なのですごい車多いんですよ。実はね結構長い間ポルトガルにいるんですけど、長いって言っても3日目4日目とかなんですけど、今日週末だから本当に車が多くて、めちゃくちゃこうサイクリストとかも多くて交通環境がすっごい悪いんですよね。なんですけれども、このようにボディサイズ、さっきから言ってるみたいにボディサイズをすごいつかみやすいんですよね。でそれはこのボディの形状、結構四角っぽいねボディの形状っていうのもありますし、またねこう腰高っていうね、このSUV ならではのですね SAV ならではのですねこのミニの腰高感、カントリーマンの腰高感っていうのも手伝ってですね非常に非常にこう車腹をすごいつかみやすいんですよ。なので走っていてこうストレスがあんまりない。めちゃめちゃ運転しやすい。これはねカントリーマンならではの魅力かなとも思います。
まあね、ミニは結構ね、プラグインハイブリッドの制作というかですねリリースも早かったですし、意外とね結構早い段階からこの電動化っていうのをこう手掛けてきているっていうこうノウハウ的なものもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ普通充電しかなかったので日本ではですねあんまり普及はしませんでしたけれども、パッケージングに対するですね、そのノウハウがあるっていうところも結構ですね、その車作り、特に EV に関してはですねちょっとじわじわと累積が効いてきているっていう感じもしていて、それこそ BMW は i シリーズからのノウハウがあるので、ちょっとこうね車作りに関してちょっとアドバンテージがありましたみたいな話をね、あと売り方のアドバンテージもありましたっていうのをね聞いたりとかもするので、そういう意味でもそのミニのこの電動モデルの味付けのうまさっていうのはそういうね歴史に紐ついているところもあるのかもしれないなと思いながら今運転しています。それぐらい普通に本当にナチュラルでとっても運転しやすいです。もうなんといってもなんか気持ち悪くないんですよね。なんか結構ですねおえってなったりとかしがちなねパッケージなんですけれども、電気自動車ってね割とこう揺すられたりとか、あとそのトルクの出力が過激だと自分が思ってる以上にちょっとね自分自身が酔ってしまって気持ち悪くなっちゃったりとかしがちなねパッケージではあるんですけれども、そういうところが本当にない、快適だなっていうふうに思ってるんですね。この快適っていうのは結構大事なことで、気持ち悪くなりがちなものって割と多いので、快適、もう本当になんか何も考えずにすごい快適に運転できてるなっていうのは結構奇跡的でもあって、この辺とかもちょっとおすすめできるポイントのうちの一つかなと思います。今回試乗がですね4モデルプラス1モデルあったので、動画的には8本10本動画を撮ってるので、もう結構お疲れマックス状態で乗ってるんですけれども、そんな状態で乗ったとて、これだけリニアにね普通に集中してハンドリングできるっていうのは車の良さっていうところにつながってるのかなとも思います。あとその、出力とかのその数字以上にですね振り回されていないっていうこともありますね。だから、これもこのパッケージ乗りっていうところはあるかもしれないんですけれども、箱型のボディでタイヤがちゃんと四隅に配置されているので、こう揺すられにくいっていうですね、そのディメンションのりっていうのはもしかしたらあるのかなっていうのを感じさせるぐらいですね、接地感も高く、またですね踏ん張りもかなり効きますので、運転していて、とてもですね心地いい快適なねドライブを今体験させていただいているなという感じがしました。これでもね日本のストップ&ゴーとかにもすごいね有効そうな気がしますよ。もう日本はまさにですねスロー&ゴーじゃなくてストップ&ゴーなので、信号がたくさんあるのでね、そういう時にですねあまりにもそのシャシーがですねゆるゆるでうなずきすぎたりとか、また顎がパカって開いちゃったりとかするような、重量によってねボディが振り回されてしまうような、感じの EV だとお客さん疲れちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、これね結構本当にしっかりとしている、接地感もすごく強くバランスが非常に良いので、ぜひねこれはちょっと試乗してもらいたいなと思います。ただ単に気をてらった面白い車っていう感じではなくて、本当に地に足ついたいいパッケージの車、とても乗ってて興味深いなと思いました。こんななりして結構しっかりしてるみたいなね。はい、というわけで今日はですねこちらカントリーマンをご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。 X2 とですねプラットフォームを共用しているということもありましてですね、走りの面が興味深かったんですけれども、皆さんにはお楽しみいただけたんじゃないかなというふうにも思います。すでにですねジョン・クーパーワークスの方をお届けしているので、こちらも合わせてご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。